旅先でハチャトゥリアン国際コンクールを見る大井俊さんの世界。第2位を獲得した大井俊さんの演奏を生で見た感動を伝えたい。道中や現地で撮影した画像とともにお届けします。飛行機のチケットを買った後にアルメニアの首都エレバンでハチャトゥリアン国際コンクールが開催されることを知りました。参加者を調べてみると日本人が一人。日本の若手指揮者はノーマークでしたが、すでに国内外で活躍中の方でした。コンクールの前後にも多くの演奏活動があり、指揮だけでなく、ピアニストとしてもご活躍されているのに驚きました。ブルックナーの交響曲第7番の2台ピアノ版 CD をリリースされています。ピアノだけとは思えないほど、シンフォニーの壮大さがしっかりと感じられる素晴らしい演奏でした。ハチャトゥリアン国際コンクールは、東欧、コーカサス地域を代表する音楽コンクールの一つとして国際的に注目されており、スイス、ジュネーブに本部を置く WFIMC 国際音楽コンクール世界連盟加盟の信頼ある運営体制のもと、国内外ですでに活躍している実力派の若手音楽家たちが集まり、高水準の演奏が繰り広げられます。毎年6月にピアノ、バイオリン、チェロ、声楽、指揮のいずれか1部門に絞り、集中した密度の高い審査で実施され、指揮部門ではアルメニア国立フィルハーモニー管弦楽団との共演が用意されています。このオーケストラは同国を代表する作曲家アラム・ハチャトゥリアンの作品において、他の名門オーケストラでは表現しきれない独特のリズム感と民族的な躍動感を体現できる稀有な存在です。彼の作品を指揮するには高度な柔軟性と感受性、即応力が求められ、音楽的幅と表現力が一層試される点もこのコンクールならではの魅力です。予定はいつもコンサートに合わせて決めていますが、今回のコンクールはオープニングセレモニー以外が入場無料だったため、そもそもチケット販売サイトに掲載がなく、存在自体に気づくのが遅れてしまい、後から旅の後半をエレバンだけの滞在に変更しました。ファーストラウンド。初日、全ステージ鑑賞。2日目、未鑑賞。3日目、前半のみ鑑賞。ファイナル。2日間、全ステージ鑑賞。こちらはオープニングセレモニーで出場者が紹介された時の映像です。すごいジャポニアジャパン。ファーストラウンド、課題3曲。各参加者には、オーケストラとのリハーサル時間が30分与えられます。1曲目、4つの交響曲の中から、参加者が選んだ1つの楽章を指揮します。2曲目、全参加者がペンデレツキを指揮します。楽譜は、2025年6月6日に主催者より提供されます。ファーストラウンドの初日は6月7日だったので、楽譜を確認できるのは最短でなんと前日。こんな過酷な審査が一般的なのかと思い調べたところ、これは単なる嫌がらせではなく、コンクール側が指揮者の能力を測るために必要な審査でした。初見対応力、スコアを短時間で理解する力。リハーサル能力、限られた時間でオーケストラと成果を出す力。柔軟性と集中力、想定外への即応力。真の実力、事前準備では隠せないリアルな総合力。指揮者は本番で初めて見るようなスコアでもすぐに対応できる必要があり、そのため前日に渡す未知の課題作品はむしろ国際的にはスタンダードな方式。指揮の実力を測るには、こうした追い込まれた状況下での判断力が重要視されるのです。
正直、多くの出場者もこの形式は、えぐいと感じているが、それでも戦える人が、指揮者としては信頼される、となるそうです。3曲目、アラム・ハチャトゥリアンの作品の中から一つを選択して指揮します。大井俊さんのファーストラウンド、3日目、最終日、5人中2番目。1曲目、ベートーベン、交響曲第1番、第1楽章。力強さと華やかさで観客を圧倒し、大きな拍手が起こりました。2日前のファーストラウンド初日で、出場者の緊張感が伝わってきたので、途中の拍手は集中力が途切れるのではと思い、課題3曲が終わるまで拍手していませんでしたが、この時は感動を抑えきれず思わず拍手してしまいました。他の観客も同じ気持ちだったと思います。2曲目、ペンデレツキ、失楽園より、アダージェット。全員が演奏する必須課題。正直、この曲は映画の効果音だけを聴いているようで、演奏されるたびに退屈していました。でも、大井俊さんの演奏は鬼気迫るものがあり、そういう曲だったのか、と納得させられました。3曲目、ハチャトゥリアン、スパルタクスとフリーギアのアダージョ。静かなメロディーが始まり、美しい情景が広がるようでした。そして心が躍るようなロマンチックな旋律に。展開部を経て、クライマックスへ。遠く、彼方から押し寄せてきた巨大な津波のようにゆっくりと立ち上がり。頂点で無重力状態になり、怒涛のごとく降り注ぐ、音の洪水に包まれました。体の芯まで響き渡り、完全に別世界に引き込まれたような感覚。指揮者の積み上げてきた集大成が、音になってこれほどまで伝わるのか。大井俊さんが神に見えた瞬間です。今でも思い返すと、全身が幸福感に満たされます。あれほど、美しい生音が、いつも体に染み込んでいたら、肉体や精神の病なんて、簡単に治ってしまう気がします。音の振動が体中に響き、汚れをふるい落としてくれるから、終演後はとても清々しい気持ちになるのでは。実際、80歳を超えても、現役で活躍する指揮者は多いです。コンサート中は、2時間近く立ちっぱなしで、オーケストラ全員の音を聞き取り、それぞれのパートに指示を出す。そこに、情熱や人生観までぶち込むのだから、感情の起伏が激しくなって、エネルギーの消耗も半端じゃないはず。心身ともに超人と呼べるレベルですね。趣味でピアノを弾きますが自分は5分が限界。こちらは友人が隠し撮りしてしまったビデオです。
この後は、大井俊さんの X アカウントに高画質映像がありますので、ぜひご視聴ください。ファイナル、課題2曲。各参加者には、オーケストラとのリハーサル時間が45分与えられます。1曲目、アラム・ハチャトゥリアン作曲、交響曲、第2番、鐘の中から指定された1楽章を指揮します。どの楽章を指揮するかは、ファイナル進出者発表時に通知。2曲目、5つの交響曲の中から指定された1つの楽章を指揮します。曲と楽章は、ファイナル進出者発表時に通知。ファーストラウンドの後、翌日からファイナルなのに最大でも2日しかない過酷さ。ファイナルには17人中6人が選ばれました。大井俊さんのファイナル出場は確信していましたが、実際にホールでプログラムを受け取ってメンバーを知り、一人で円満の笑みを浮かべてしまいました。ファイナル2日目の最終日、3人中2番目。1曲目、ハチャトゥリアン、交響曲、第2番、鐘、第1楽章。最初の1音が鳴った瞬間から、すっかり心を奪われていました。初めてオーロラを見た時のような、現実感を失うほどの紅葉と陶酔。すべての音の流れが、とても美しく繊細で、そこに圧倒的な迫力が、見事に溶け合い、夢の中にいたような没入感が、鮮烈に心に残っています。今度は全曲を通して、あの世界に深く浸りたいと強く思いました。1曲目が終わって、2曲目に入る前の観客の拍手中に、最前列に駆け寄った女の子がいましたが、コンクールの最中であるにもかかわらず、優しく声をかけておられ、器の大きさを感じました。演奏後のロビーでも、皆さんに笑顔で接しておられ、お人柄の良さまで音楽にもしっかり反映されているように思います。2曲目、チャイコフスキー、交響曲第5番、第4楽章。堂々たるラストでした。終わってほしくなかった。音が魂へと染み渡り、心を動かされる時間でした。この後、インタビューのためホールのロビーに来ていた大井俊さんは、キラキラ輝いていて五光が差しているようでした。音楽って本当に素晴らしい。翌日、街を去るのがとても寂しかったです。この旅ですっかりハチャトゥリアンが好きになりました。帰りの日程の関係で、授賞式とガラコンサートは諦め、アルメニアの首都、エレバンから、ジョージア、旧グルジアの首都、トビリシの空港へ。乗り合いバンで公式ルートを通りましたが、途中の道は、アルメニアとアゼルバイジャンの国境を何度かまたぎます。外務省のウェブサイトでは、真っ赤に塗られた、レベル4退避勧告エリアだったので、ちょっと緊張しました。こちらは国境をずっと続くフェンス。途中トラブルがないことを祈りながら、なんとかたどり着き、空港の Wi-Fi で途切れ途切れのライブ配信を見ました。見逃し聞き逃しが多く、第2位を受賞したことを知ったのは、日本に到着してからで、心の底から、やった、という気分でいっぱいでした。初めて生で見た国際コンクール。これまでの旅ではコンサートばかりを見てきましたが、コンクールはまるでオリンピックのような舞台裏のドラマや情熱まで感じ取れる時間でした。オーケストラとは限られた短いリハーサル時間しかない過酷な条件下であれほどの音楽世界を作り上げる指揮者たち。その努力や集中力にただただ圧倒されました。ステージに立った全員が本当に素晴らしく胸を打たれる瞬間ばかりで、これからはコンサートだけでなく、コンクールを見る旅にしたいと思わせてくれる経験となりました。結果と印象。アルゼンチンのフェルナンド・ガクジーニさんの演奏も素晴らしく、ファーストラウンドを聞き逃していたので、ファイナルで初めて聞いて、こんな人がいたのか、と驚きました。
韓国のチェ・ジェヒョクさんも、ファーストラウンドからずっとお気に入りで、独自の世界観がとても心地よかったです。私の中では、王イ・シュンさん、フェルナンド・ガクジーニさん、チェ・ジェヒョクさんの3名が1位から3位で受賞すると思っていました。難しいことはわからないけれど、選んだ基準は、とにかく体にたくさん音が染み込んできた演奏です。生演奏を聞いたからこそ、この3名だ、と、より強く感じることができたのかもしれません。今回の1位受賞は、アルゼンチンのフェルナンド・ガクジーニさんと、オーストラリアのレナード・ワイスさんのお二人でした。3人目の王イ・シュンさんが3位ではなく、2位になったことからも、1位と大差ない高いレベルだったことが伺えます。チェ・ジェヒョクさんは、審査員特別賞を受賞されていました。王イ・シュンさんがもう一つ受賞された、古典派交響曲ベストパフォーマンス賞は、ファーストラウンドで1位だったことを意味するそうです。スパルタクスのアダージョは、もう、異次元的な素晴らしさだったので、当然のことでしょう。コンクールのインタビューでも、順位より音楽を作ることが最優先と話されていました。さすがです。そういえば昔、ピアノの先生が、指揮者には必ず一度はハマるもんなのよねとしみじみ語っていました。カリスマ感にやられてしまうそうです。なるほど納得。この演奏をまた生で聴けたらと心から思います。また、アルメニア国立フィルハーモニーとハチャトゥリアンをやることがあれば、アルメニアまで見に行ってしまいそうです。これからのますますのご活躍を応援しています。素晴らしい体験を本当にありがとうございました。